しそと白ごま、あとごま油のね、いい香りがします。はいどうも、とある料理屋料理長のイエールです。本日作るものはこちらだ。しそ味噌を作りたいと思います。このしそね、大葉味噌という名前で売られているケースが多いですね。本来しそっていうのは、青じそ、赤じそなどありまして、そういうのを全部入れた味噌を作りたかったので、しそ味噌という名前にしました。で、今回はね、この青じそを使ってやっていきたいと思います。ではね、調理の方に移りたいと思います。それでは本編をどうぞ。さあ、それではね、先に材料の方を紹介したいと思います。まずね、今日使うのはこちら。庄内産丸の合わせ味噌、こちらをベースに使っていきたいと思います。はい、それからしそですね。それから使いかけで申し訳ないんだけど、いりごま、そして砂糖、上白糖ですね。はい、それからこちらみりんと料理酒、あとごま油を入れていきたいと思います。さあ、それではね、いきますか。今回ね、味噌 1kg に対して作っていきたいと思うので、分量はね、概要欄に書いておきます。はい、じゃあまずね、大葉から切っていきたいと思います。はい、丸めてね、あとザクザク切るだけですね。これはね、粗めのみじん切りにしてください。もうね、ここはざっくりでいいんで、あんまりね、細かくするとしその風味がね、損なわれてしまうので、ある程度大きめにカットするような感じ、ザクザクでいいです。で、ボウルに移します。はい、こんな感じ。はい、で、いりごまを、20g。はい、いりごま 20g です。これで準備完了です。さあ、じゃあ炒めていきましょう。今回はね、もうここに合わせ調味料を作っておいて、それでフライパンでね、しそを炒めて、それをね、この鍋に投入して、そのまま練っていきたいと思います。味噌 1kg に対して砂糖400。ご家庭で作る場合、そんなに量いらないなっていう場合だったら、半分の量にしたり、3分の1の量にしたり、調整していただければと思います。これね、味噌を 1kg。はい、そしてここに料理酒とみりんを5滴ずつ。5滴というのは1合の半分ですね。はい、入れます。これはね、味噌を練りやすくするために調味料を入れております。これ調味料がないとね、水分がちょっと足りないと味噌を練るときにちょっと硬くて回しづらいので、そういった意味で水分をちょっと入れております。火にかけていきましょう。つらーゴー。はい、でここにね、ごま油少々。これお好みでいいです。量は、油の量は。あんまりよっぽど入れるとね、変わりますけれども、ある程度だったら全然大差ないので大丈夫です。はい、そうしたらね、はい、しそ入れます。はい、で火にかけますね。はい、これ何でしたっけ？そう、プラズマライターです。はい、パチパチいきますよ。はい。パチパチっていうの分かります？で、弱火ですね。はい、弱火。あっという間に火が入るのでね、目を離さずにやってください。だいたいね、2分ぐらい。いい香りです。これね、炒めない人もいます。味噌にそのまま投入してやる人もいますし、逆に言うとね、このしそを一度洗ってから使う人もいますし、人それぞれですね、本当に。よっぽど汚いしそだったら一度洗った方がいいと思うんですけども、余計な水分はね、入れたくないので、綺麗なね、しそだったら洗わなくていいかなと思ってます。よーく火を入れて、カラッカラにしてください。もう水分を飛ばしてください。いくら味噌につけるとはいえね、やっぱり水分がちょっと残ってるとあまりよろしくないので、はい、で2分経ったらこれを合わせ味噌の中に収めます。これね、はい、一気に入れます。フライパンをきれいにしてください。もしね、しそがちょっと取れないようだったら一度洗ってもいいです。フライパンは。はい。で、きれいに取れたのであれば、このままフライパン洗わないでいきます。次はね、こちら白ごま、これを入れます。はい、で同じように入れます。これあくまでね、僕のレシピなので、一つの参考にしていただければ。
ほんとね、人によっては、このさっきのね、しそこれね、このしそもね、もうここに初めから入れちゃって、味噌の中に投入して、味噌ごと火にかける人もいますし、この白ごまもね、直接味噌の方に入れて、和える方もいます。そっちの方が簡単なんでね、どちらのやり方がいいってわけじゃないんですけど、白ごまのね、香ばしい香りを出したいので、だいたい2分ぐらいね、これで軽く入れます。これね、これもやっぱり放置しとくと、あっという間に色が変わってね、焦げちゃうので、これも目を離さないでください。こうやってやるとね、白ごまのいい香りするんですよ、これ。ね、ほら、だいぶ色変わってきたでしょ。ね、このね、焦げる直前がいいんですよね。焦げちゃうともうどうにもならないので、焦げる一歩手前、ほら、いい香りが出て。はい。で、2分経ったら、やっぱりこれ同じようにここに入れます。はい、そしたらね、このままこの味噌を火にかけます。初めはね、目を離さないのであれば中火ぐらいでいいです。でね、こうするとちょっと危ないかもしれないですけど、鍋をこう触って味噌が熱くなってから10分混ぜてください。だんだんね、空気がね、こうプクプクってなってくるんですよ。ほら、プクプクってなってきた。これで味噌がね、熱くなってるサインなので、そしたらね、弱火にします。そして10分。あとはもうひたすら練るだけ。この大葉っていうのはね、ここ庄内地方でも春から夏にかけてものすごく取れます。すごく取れるので、年に一度は必ずこのしそ味噌っていうのを作ってます。はい。で、今まではね、物販としてはやってなくて、店のね、宴会だったり、その他の料理に使ったりしてたんですけども、今年からね、いよいよ商品開発して、道の駅で置くようになりました。本当万能味噌って言いましてね、どんなものにもあるんですよね。ご飯はもちろん、パンに乗せる方も多いですね。あと、おにぎりに塗ったりだとか、豆腐の上にかけたりだとか、納豆に入れる方もいますね。もう本当ね、使い方は様々です。まず、しそと味噌っていうのはものすごく相性がいいので、もうどんな料理にも合いますね。あと、魚をつけたりだとか、肉をつけたりだとか、そういった使い方もできますし、あと、なんといってもね、やっぱり長期保存が効くんですよ。保存が効くので、一回作っておけばいろんな料理長いこと使うことができますので、これはねぜひ覚えていただきたいと思います。今ねこれで春番家味噌を作りましたよね。で今夏これしそ味噌作ってます。あとね秋から冬にかけてもう一個ね何か味噌を作りたいななんて思ってるんですけれども、なんかね面白い味噌ありましたらコメント欄なんかでね教えていただけるとありがたいです。はい、火を止めます。はい、で最後ね火を止めたところに、ごま油を投入。適量でいいです。そしてよく混ぜると。香り最高。味はどうでしょうか。味も最高。はい、こちらで完成になります。しそと白ごま、あとごま油のねいい香りがします。これをねご飯に乗っけて食べたら最高抜群に美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。はい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 、終わった終わった。よいしょ。はい、本日もね無事に仕込みが終了しました。今日はね割とサクッと終わっちゃいましたね。魚を扱わない仕組みだったらね割と撮影は楽なのかなと思いました。はい、そんなことはどうでもいいので、まずはねノンアルコールコーヒーで乾杯しましょう。今日も仕込みお疲れ様でした。よいしょ。うまい。はい、というわけでね本日の仕込みは以上となります。いつもね最後までご視聴いただきありがとうございます。今後もねいろいろな料理の動画作っていきたいと思いますので、ぜひねモチベーションを高めるためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけでねまた次回お会いしましょう。来ないさ